何をするにしても充実した環境。東大ではなく東京という環境がやはりいろんなものが集まってるなとは思うな。もちろん悪いところもかなり多いと思うけど、単純に施設が多い、お店が多い、環境に不自由しない、東京でできないことはないんじゃないかっていうぐらいいろんなことが揃ってますよね。もちろん東大の教育、東大古いんでね、結構古い建物とかもあって、壊れかけの窓とか、かがまないと通れないような、昔の人って身長低かったんで扉が小さかったりするんで、そういう不便さはあるんですけど、それでもね、駒場キャンパス、1、2年生が通うキャンパスが、その本郷キャンパスって言って赤門とかがあるメインのキャンパスとは別にあるんですが、その駒場キャンパスの方も駒場コモンズって言って体育館が新しくなったり、予算が国立大学の中で一番多い分、その建物の建て替えは結構頻繁に行われているような気はします。いつもキャンパスのどこかで工事はしているっていう感じはありますね。そういう意味では、その実験設備とか、優秀な教授もたくさんいるし、いい環境が整っているっていうのはかなり感じてました。感じてましたっていうか、1年生のうちよりだんだん学年を進めていくにつれて感じるようになっていったっていうのが正しい気はします。著名な教授の講義を直接受ける。教授講義受けてたけど、この人誰だろうっていう気で受けてたよ。講義を受けた後に調べてみると、こんな論文出してんだ、こんな本出してんだとか思うことはあるけど、最初から有名というか、その専門分野では有名なんだろうけど、授業を受けてる時にこの人すげえ人だって思って授業を受けてるっていうことはほとんどなかったかな。でもこういう人たちが東大の入試問題を作ったんだろうなって思ったりましたね。人との出会いはすごくわかる。東大に来ないと出会えなかった人だと会うことができる。教授もそうだし、それ以上に同期かな。これから日本を背負っていく人であろう人たちと同じクラスになって同じ授業を受けて一緒にご飯を食べてとかができるっていう面がすごく魅力だと思う。東大在学中より東大入った後もつながるネットワークっていうのがかなり大きいかなと思いますね。先輩と出会う機会っていうのが僕の1年生の頃は僕東大の運動会バレー部に入ってたんですけど、そのあたりも別の動画で話してはいるんですが、先輩と出会う場面がその部活しかなくて、バレーの話しかしなかったなっていうのはあるかな。それでもバレーをね、その東大生らしく論理的に考えるというか、感情にとどまらない、論理的にどうやったら上手くなるか、強くなるか、チームが良くなっていくかっていうのを考えていくっていう意味では、高校までのとは違うんだなーって感じたことはあるかな。大学生も大人なんすよね。そうすると責任できることがすごく広がって、自分でどこまでやるか、自分がどこまでやりたいかっていうので、今後の人生が大きく変わってくるっていうのはありますよね。その人がね、やる気がなければ別に何もやらずに大学4年間終えることもできれば、大学4年間でいろいろなことに挑戦して、海外留学したり、ボランティアに参加したり、自分で事業を立ち上げたり、やる人とやらない人の差がすごく大きいと思います。そんな中ね、自分がどっちに進みたいのか、大学4年間ただ遊んで終わるのか、自分で何か新しいことを始めて新しい自分と出会うことができるのか、どっちの自分になれるかは本当にその4年間の過ごし方、ましては高校生の時に大学に行く目的をどれだけ明確に持っているか、そのあたりに関わってくることだと思います。自分の居心地のいい場所ね。自分がそのサークルとか部活とかいろんな団体もあるし、1年生の時から研究室に行くような人もいるし、もう自分でやる気したい、さっきとも重なるけど、自分が行きたい組織にどんどん自分から飛び込んでいく、そういった積極性が東大生に限らず大学生、社会人、どのカテゴリーでもこれから大事になっていくと思います。分離選択の基準。分離選択って高校生の時の話かな。東大の場合はね、進学選択って言って、その大学2年のタイミングでも言うことができるんですが、僕が理系に選んだのは、僕が通っているのは韮山高校って言ったとこなんですけど、普通科と理数科があって、高校に入る中学3年のタイミングで、僕は理数科っていう理系のクラスに入ったので、最初の分離選択はそこっすね。中学くらいだと国数 A 理社、全科目、当然東大に行くような人はできると思うんですけど、その中でも数学理科が楽しいなと
中学の時は思ってたので、その高校の理数科に進学しましたね。その後もやっぱり、理科数学楽しいなと思ってましたけど、でも大学入るとやっぱり理科数学できる人はものすげえなって思いますね。大学で学ぶとなると、その数学理科はもうすごくセンスが必要だと思うんですよね。高校の数学理科できる程度では、大学の数学理科で優秀な成績を収める結果を出すのはすごく難しいなと感じました。高校までだったらそこそこ自信があったんですけど、大学入ってからの数学理科を受けてみて打ち砕かれましたね。その後は、理科楽しいけど、僕も心理学とか行動経済学とか文系理系幅広く科目を取って、それでも理解できるのは文系の方が楽しかったかなって思うこともありましたかね。理科はほんとセンスがいるんですよ。僕は理科の数学のセンスがなくて、数学全然ついていけなかった。最初の授業ぐらいかな分かったのは、もう2週目の授業くらいから全然分かんなかったわ。この後、その東大の授業のノートも公開しようと思うので、東大の数学理科はこんな感じですっていうこともお伝えできると思うんですが、そのあたりも楽しみにしておいてください。なるようになるってなるようになるんですよ。例えば、大学4年生で理学部を卒業して、その後法学部に入り直すみたいな人もいたりするし、修士ではその文系の心理学で修士号を取ったりする人もいるし、文系の大学を卒業したけど IT 系の企業に行く人もいるし、別にその人それぞれのタイミングで文理だけじゃないしね、文理って分けるのも2本ぐらいだからね。そういう意味では別に違うなと思ったタイミングで進路を変更すれば、その時その時ベストだと思うことを考えればいいと思います。東大に入ってすごいと思った人、それぞれの人がどこかしらすごいっすよ。なんなら多分東大生っていうだけでみんなすごいんすよ。まずやっぱり頭がいい人は多い。僕もクラスに東大理産、理産って言って日本最難関の軽いがあるんですが、理産の模試で毎回トップ5に入るような人もいたり、パッと見別にそうでもないけど、数式書かせたらマジすげえみたいな人もいたりして。あとは東大、その学力以外の面で、そのスポーツのインターハイ、高校のスポーツの全国大会に出たことがある人とか、あと東大入ってからすぐ起業したり、そのビジネスとして成功させたり、お前本当に大学生かよって思うような人もいたりして、何かしらすごいところがないと東大には入れないっすよ。もともとの学力が高い人もちろん、その努力で東大に入った人は努力が優れているんだろうし、効率化が優れている人は効率化の能力が高いんだろうし、何かしらね、一般の人よりすごく秀でているっていうところがないと東大には入れないっていう時点で、東大生は何個かしらすごいところがあるっていうのは間違いないんじゃないかなと思います。全ての人にね、どこかしら見習いたいところがあるっていうのは間違いないと思います。そういう意味では毎日この人と真似をするっていうことを繰り返していれば最強の東大生になれるんじゃないかなって思いますね。サークル5個6個、バレエサークルに3つ4つ入ってる人いたな。どんだけバレエ好きなんだよっていうバレー部の先輩いたりします。その人はね、大学2年生で2回留年して、その学部に6年間いた先輩が、部活は先輩だけど、大学では両方2年生みたいな時があって、もう先輩なんだかわからないって言ったら失礼なんですが、そういう人もいたりしましたね。今ではね、結構いろんな東大生がメディアに出たり、SNS で発信したり、僕も、今は東大生じゃないですけど、東大生のうちからブログとか YouTube 活動とかをしたりして、気軽にね、東大生に触れ合える時代な気がするので、もしね、東大に関して疑問があったら、その東大生に気軽に SNS とかでコンタクト取ってみればいいんじゃないかなと思います。大体東大生ってね、面倒見がいいので、もちろんそうでない人もいるとは思うけど、とりあえずコンタクト取ってみるっていうのはありなんじゃないかなと思います。すごい人いいよね。わかる。みんなは目標にしたい。打ちのめされるんじゃなくて、自分もこうなりたいっていうモチベーションにしていた人もいます。東大健太チャンネル。僕もこのチャンネルでいつも質問を求めてます。どの動画でもいいのでコメントしてくれれば、99% 答えます。メール等で言ってくれれば、その Zoom で個別で面談したりするので、僕はぜひ歓迎したいと思うので、気軽に話したいとか、1行程度でもコメントしてくれると嬉しいです。地方で大変なのは仲間が少ないことだけど、同じ地方出身という共通点がある仲間は日本中にいっぱいいるので、
彼女たちの存在を意識して、彼らは敵じゃない仲間だと信じて受験勉強を頑張ってほしいと思います。こんなもんでしょうかね。これからもちょくちょくライブ配信していこうと思うので、もしよければ高評価とかチャンネル登録切実にお願いします。もう高校生でも誰でもいいから、僕のチャンネルを1000人に登録したら、もう東大でね、現地でね、いろんな人とライブ配信とかしていこうと思うので、もう切実にチャンネル登録ポチッとお願いします。じゃあ僕はこの辺りで終わろうと思います。では僕もこの辺りでバイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。概要欄にブログ、Twitter、Facebook ページ、Instagram もありますので、そちらもよろしくお願いします。